平本蓮 VS ヤーマン。大臣 MMA ルールフェザー級66キロ契約。今日のメインイベント大将戦です。これを見つめるのが平本蓮。一気にこうやって詰めちゃうから、それがなかなかいけないと。変なし、あいつのおかげで MMA 始めたみたいなもんなんですよ。 K1 抜けて本当にそのタイミングに朝倉未来が現れて、こんなやつを待ってたというか、こんな面白い選手を待ってた、こんな風に盛り上がってきたのはマジで朝倉未来のおかげだなって本当思うんで、もう多分煽り合いももういいなと思ったんで、絶対に朝倉未来と試合したいです。だからこの試合絶対に勝たないといけないんで、朝倉未来の敵討ちとかじゃないです。本当ここ勝って来年おのずとあいつの試合も 見えてくると思うんで、絶対俺の方が覚悟の違いがあるんで絶対勝ちます。応援お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。 K1 やめて2年間ぐらい試合できなくて K1 で契約で、今思ったら超くだらないですけどね、いわゆるニートじゃないですか。朝倉兄弟っていうものが出現して、八千倒して堀口倒してってすごいなこいつなと思って、 YouTuber で格闘家でみたいないなかったじゃないですか。セルフビジネスであんだけ成功するっていうのいなかったから、いや面白いなと思って、勉強するところがたくさんあると思って、覚悟を決めてやっていかないと一生これ変わんないな人生と思って、そんな中でキックボクサーだったんですけど、総合格闘技で一番強くなったら世界最強だなってふと思って、そっからもう総合始めようって思って、その日にある日決意して、よし朝倉未来に喧嘩売ろうと思って俺が一番朝倉未来の名前を利用してやろうと思ってで喧嘩売って、そしたら大炎上して今に至るというか。なるほどね。はい。負けましたけど負けてないです。涙が見えます。その中で自分の中で総合格闘技を本当に好きになっていく。戻りたくないし当たり前。総合が一番俺面白い競技だなって思うんで、いい世界に入ってきたなっていうきっかけをくれたのは、正直朝倉未来だなってふと考えて思ったんですよ。お詫びするわけないでしょう。これからは平本蓮の試合です。自分で話題を作ってってでドミネーター選手とかに勝利して、もう少しで勝負がつかめるかもってところで、斉藤選手にスプリットで負けてしまったりとかして、そしてワンツー左ストレート、しかしそこでタックル、テイクダウンでも起き上がった平本、どんだけこうやってもなんでこんな逃しちまうんだろうっていうので、もう本当今年の夏腐ってたというか、本当うつ病みたいに、ね、今はもう笑い話ですけど本当元気なくて、そんな中朝倉未来がキックルーラーとしてもヤーマンに、ああいう結果になって、すごい自分の中で悲しくなってしまったというか、結構やっぱショックだったのかなっていうのはあるんですよ。自分がこうやって目の前でみんなの前でぶっ通してやりやがったなっていう。ルールはキックボクシング総合格闘技あれど、さあバカだなあいついやそんなのヤーマンのお箱っすから、そりゃそうだろう。なんかわちゃわちゃしちゃって変な感情になっちゃって、ここで終わってほしくないなってシンプルに思ったんで、また頑張りましょうよみたいな感じではメッセージを送ったんですけど、いや舐めてたっすよ。それだけっすか。でヤーマンなんか因縁なかったっすけど、平本バーカとか言ってて、平本バーカお前は本当いつかぶっ飛ばすからな。普通に決めからぶっ飛ばしたいだけですね試合後のインタビューも本当小物だなというか、
今回、俺の土俵でやったんで、なんか自分がね勝ってごめんなさいみたいなムーブだったじゃないですか。あいつごめんなさいじゃねえよバカ、ありがとうだろって話じゃないですか。今日で多分俺の時代になると思うんで、平本の時代じゃないです。クラス1の子にいきなり告白されてみたいな、わかります？一生そういうやつです。ではお前じゃ背負えねえよっていう感じです。俺しかいねえよ。この中で蹴れなきゃダメよ。どうもターゲット渋谷のヤーマンです。自分が勝ったからみくるさんの全てを背負うかって言われたら、それは見てる人が決めることなんで、自分は自分のストーリーをただ遂行していくだけなんで。底辺からここまで来ました。ずっと狙ってましたね。あれでしか倒せないと思ってたんで。こうやって詰めちゃうから、それがなかなかいけないと。みくるさんは左の前手を外から触ると右のフックを返してくる癖があるんですよ。こう一回こう外から前手触って相手のフックと自分のストレートを同時に当てるっていうドンピシャでしたね。というかもう最近の試合は全部ドンピシャっすね。作戦通りにしか試合やんないんで自分は。フルスイング全然勝てると思ってるんで。だって確かにあいつの方が始めたのは早いかもしれないですけど、トライブってやっぱグラップリング強い選手が多いんで、やっぱその選手たちの中で揉まれたやつたら別に何も怖くない。斉藤戦が終わってから腐って遊びほうけてる間に俺はずっとやってたんで、だからそこの差っていうのは梅だと思ってますね。レフェリーが止めました。ヤーマンの TKO 勝ちです。お前本当リングでやれてよかったな。街中だったらぶっ飛ばそうと思ったからな。ヤクザごっこやってんじゃねえよ、格闘家だろ。子供たちに影響悪いからやめろ。いやお前のが影響悪いだろ。お前が SNS やってることのが影響悪いから。分かったまあね、こいつね、分かった。めちゃめちゃ溜まってますよ本当に。個人的にこうダイレクトメッセージもやり取りしてて、そこでもめちゃめちゃ喧嘩してたんで「よお前顔面砂利がよ」とか「お前朝倉未来に勝っても平本蓮に勝ってもスターになれねえんだよお前は」とかもうただの悪口っすよ。もう散々もう多分もう何十通送ったんだろうな、文章と音声と。誰もいなかったらあの場でやってたっすね。さあフェイストフェイスです。怒ってるどころじゃないっすよね。あいつが俺に仕掛けてきたトラッシュトーク、マサトに謝れってお前なんやねんって話じゃないですか。お前昨日までマサトさんの悪口とか言ってただろ。今ここでマサトさんに謝れよ。関係ないだろお前。謝るよじゃあ。マサトさんごめんなさい、すいませんでした。俺も悪口にすいませんでした。その自分の周りに対する侮辱っていうのは本当に許せなくて、特に自分の一番尊敬してる人を侮辱したことについてはぶっ飛ばしても許せねえなって感じなんで、だから試合で終わんねえとって感じです。ノーサイドとかマジでねえよって感じですよ。本当にあいつは殴って黙らせないと黙んないっすよ。自分がずっとバカにしてきたヤーマンとやることになって、それで負けたらあいつは全て失うんじゃないですか。もう喧嘩、これはガチなんで失神させますよ。
失神するところを期待してほしいです。試合みたいなゲームでも分かると思います。今日の公開練習見ててふざけてるなと思ったんですけど、 MMA 舐めてるんで、俺のこの格闘技に対しての熱意はなめんじゃねえよって話で、四六時中ずっと格闘技のことしか考えてないですから、まあそれが楽しいから。僕も雷神大晦日の MMA デビューであの負けっぷりがあったからこそ MMA を好きになる、じゃないとこんな打ち込んでやらなかったと思うんで、大っ恥を食らって、でやっぱ俺あそこって人生最高の瞬間だったなってめっちゃ思うんですよ。やっぱ今になってね、今度は大晦日のキックボクサーをこう MMA ファイターとして迎え撃つっていうドラマに自分に勝手になんか感動してる部分もあったりとか、雷神のあの大晦日の MMA の凄さを見せたいなっていうのは自分で思うんですね。俺があえて見せたいなって。俺はもう MMA ファイターなんで、やっぱみんな一度は人生で一回やった方がいいですよね。マサトにも言いますよ、これ。ありがとうございます。かっこいいなって思いました。平本対ヤーマンがめちゃくちゃ楽しみです。予想はもうレン君100%で頑張ってください。マジで平本蓮頑張って。世間的に見たらあいつが今回はヒーローじゃないですか。全然自分はヒールでいいっすよ。試合当日は平本キッズからのブーイングを期待してますね。朝倉未来とやって一区切りつけたい部分があるんで、3年やったからこそちゃんと理解できて、どんどんこう技術が上がる部分があるんで、だからヤーマンになめんなよってとこ見せたいっすよ。まあ、とりあえず失神させます。三浦孝太 VS コージ。今回はもう俺が MMA やるっていうことだけで盛り上げれたらいいなと。今回もまたキックボクシングのトップ選手なんで、全局面で勝負してみようかなっていうか。やっていくのはおもろい。さあ引いて実際やってみた MMA ってどんな感じですか？弟イチャイチャすんのも、なんかすごい奥深くて、女の子と全然イチャイチャしてないじゃないですか。やっぱ女の子と遊びまくったら一周回って男に行くっていうじゃないですか。ちょっと話変わってくるんですね。真面目に超やってるとか噂を。やってないです。全然ふざけてましたよ。もうずっとふざけて、たまに暇な時練習して。毎日こんなんされてるんですよ。いやー、正直言いますか、真剣にやってます。なんで僕が乗ってるかって単純に真面目。毎日これどうやったらいいんですか、毎回聞いてくれるし、強いとか弱いとかじゃなくて一生懸命だ。組み技ってセンスっていうよりも継続してやれば強くなるものだと思ってて、で一番そこがあるんですよね、その継続する力というか、そういう意味ではセンスはあると思う。4月の足だるまってすぐですよ。すぐ引退詐欺してる最中に。つまり右と左逆です。はい、すぐです。大丈夫ですか？やばいな。バリ悔しかった。自分の中でもう子にも負けたし、自分にも負けた試合だった。それはもうほんまに悔しい、心から思ったんですよね。いつでも締め落としますよ、芦田は。来年の大阪大会に僕が締め落として全部僕が持って帰るんで、
はい、そういうシナリオですよ。金持って、女にモテてとかそういう時代があったんですけど、まあ、浮かれてましたよね。初心に思い出したというか、もう僕ここですよね。毎日そんな生活を送ってますよね。世界の田中浩二ですか？僕は絶対もう勝負にならないと思うんで、それやるんだったらもう僕は最初から付き合う。まあ、青木さんが言ったんですよ。金じゃなくなるからと。で俺は去年まで正直もう金やったっす。で金のためにバンバン試合してこんな嫌いな格闘技やってんねんから金稼がなんのないすんねんって一件数がなくなったっす。しょうもない金しかもらえなくても多分やってましたねぐらい今は楽しいっす格闘技が。ちゃんと勝負があってしっかりと成長するマッチアップをしてほしい。だから、今回の試合だと思うんですよ。そしてこの試合が決してイージーだとは全く思わない。三浦空回りしちゃった部分は正直あったので、勝とうとしてヤーマン選手やった時にもう本当に簡単に勝てると思ってたのに、全然何もできてねえじゃん俺みたいな。三浦孝太 MMA 初めてそのシビアな現実を知らされます。負けて控え室のあれ俺もうなんか何もなくなっちゃったなみたいな。ライジンに出させてもらってたのはやっぱ最初親の名前とかってすごい照れて、そっからいろんな批判もあって、でも自分の中で勝ってたからいいでしょみたいな部分はあったのが、やっぱ結果でも負けてしまって、お父さんも負ける方が多い苦しい思いをしてきた数の方が多いから、それを見てきたし、だから自分も前回も含め悔しいけど前を向いてどんどんチャレンジしていくしかないかなっていう。揉まれる練習が前回できてなかったんで、今回はプロの、内弟子で、こっちにいる子たちと一緒に揉まれてやってます。しんどい試合にはなると思う。それを乗り越えるっていうのが今回のテーマかな。キャリアの差がやっぱ圧倒的な差があると思うので、そこをどう組み混ぜたりしてどれだけパニックにできるかみたいなところが鍵になると思う。まあでも三浦のとっちゃんには世の中そんな甘くないっていうことを見せますよ。サッカーボールキック思いっきりしてホームラン打ってる。エッチするんですか？俺がね。されるんですよ。俺がされる。されても鋼鉄の頭だから。ほんで足が折れるというね。でドクターストップ。だからスパイク履いてくる。痛い。スパイク履いてくる。安全靴でもいいですよ。でもよくやったっていうことですよね。まだじゃないですか。やっぱこの試合終わって勝ってそっから、おめでとうっつってだから言ったじゃんみたいな。本当に最後ここで勝つために生きてきたのかな。この試合はすごく楽しみで、いつもと変わらず試合に向けて毎日一日一日後悔のないように練習をしてる感じです。なんか特にこれっていうのはないんですよ。特に体力も別に
落ちたって感じたこともないし、選手をやろうと思ったらできるじゃないですか、今まで通り。ただその一番は自分のその気持ちがどうなのかなっていう、気持ちがもし100% このその先を向いてなかったら行く必要ないのかなって思ってきて。戦ってないんで大丈夫ですか？ね、そんな自分が想像できないし、子供たちも多分想像できないんですよね。物心ついた頃から、生まれた頃から私選手だったから、選手じゃない私を見てないんですよ。知らないというか。絶対まずリベンジする。You the best, mommy! ライジン4連勝。自分の、人生は自分でレールを引けばいいけど、それが自分が乗っかってない時があるから、本当に私の場合飛んでったりとかいろいろあるから、なんだろう、本当に自分の人生はまだよく分かんないです。本当その時その時で、生きてる感じなんで、本当もうそれがすごく調子良かったり悪かったり、本当にリビングオンエッジみたいな感じの時もあるし、それが私の人生なので、皆さんまた楽しみにしていてください。どうなるか分かんない。どうなるか本当に、自分が本当に歩いていく、開拓していくっていう感じだから、道を作っていくじゃないですか。多分後ろにできていくっていう。レスリング世界女王山本美憂。今はもう本当この試合に集中して、そこからいろんな世界がまた見えてくるという、そこで自分の行きたいと思った扉を開けてきます。憧れの選手っていうのが一番大きいです。自分が小学生の時レスリングやってた時からトップで活躍してたんで、その選手とやれてすごい嬉しいです。自分あんまり総合格闘技って興味なかったんですけど、もともとレナ選手とカンナ選手、浜崎選手、山本美憂選手、当時トップだった4人の戦いを見て、RIZINってすごいいいなって思って総合格闘技始めたので、RIZINを引っ張ってきたレジェンドたちがいなければ自分の今もないと思うので、本当に自分の総合格闘技を始めた原点がそこなので。教えるっていうことがずっと好きだったので、最初は学校の先生になりたいって思ってて、そこから格闘技を始めて格闘技にはまって、格闘技をもっともっと広げていきたいっていう思いが強くなって、でその自分の教えたいと格闘技を広めたいっていうのが集まってる場所が今のロイズジムだなって思うので、何店舗も持ちながら世界一人の集まるジムにしたいですね。めちゃめちゃ優しいです。本当楽しいですね。優しくて、なんか教え方もうまい先生。そう、めっちゃいい、バッチリ、めっちゃうまい、めっちゃうまい。いいじゃん、左。うまい。続けていきたい。一から始めたいです。やりたいと思ってる子はいっぱいいると思うんですよ。そういう子たちやっぱり挑戦してもらいたいですね。やっぱすごい楽しいこといっぱいあるから。MMA を始めてから新しいことに挑戦したっていうのを、それを励みにしてくださる方とかもたくさんいて、そういう声を聞くとやっぱり自分が挑戦したことによって皆さんにもそうやって少しでもパワーを分けてあげることができたのがやっぱり嬉しい。
そういう機会が設けてくださったそういう雷神格闘技ファンの皆さんにはすごく感謝してます。でもよくやったっていうことでしょうね。まだじゃないですか。やっぱこの試合終わって勝ってそっからおめでとうっつってだから言ったじゃんみたいな。ミュウ選手やっぱり一番の強みはレスリングだと思うんですけど、レスリングしたら勝てないなって思います、自分の中で。なのでやっぱ今回打撃をもっと見せていきたいなと思っています。大晦日って私の一番好きなイベントだから楽しみでいっぱい言われて絶対勝ちます、そのためにいろいろと勉強させられたのかもしれない。本当に最後ここで勝つために生きてきたのかなって。青コーナーファイティング